漫画の線画をフィルターを活用して、いい感じに加工する講座の巻。皆さんこんにちは、ゆきのこです。助手のゆきんしです。今回は漫画向けのフィルターを使った書き方を紹介します。前も同じような動画作ってたけど続編的な感じかな？前のはフィルターで直接書く感じの使い方だったけど、今回は書く途中でフィルターを補助的に使う方法を紹介します。具体的には線画やブラシにフィルターを使って書き込みの下地を作る感じです。ふむふむ。百聞は一見にしかずなので、早速やっていきましょう。まずはフィルターを使って、片側だけに縁をつける方法を紹介します。こんな葉っぱのブラシで描いてみると、少し線が細くて存在感が薄いと感じることがあります。これに対してフィルターの線幅修正や境界効果の縁を使うと、全体的に線が太くなってしまい、やや過剰気味です。それで片側の下方向だけ線を太くしたいわけだね。まずこの葉っぱのレイヤーを複製して、サムネイルをコントロールクリックで全選択して、黒で塗りつぶします。レイヤープロパティの表現色を、モノクロからグレーにしてから、フィルターメニューの、ぼかし、移動ぼかし、を起動します。ぼかす方向を、前方、にして、ぼかす距離と角度を、落ち影になるように調整します。表現色を、グレーからモノクロに戻して、アルファ域値を調整して、影の大きさを決めたら、プレビュー中の表現色を適用をして完了です。こんな感じの草むらにちょっと影を描き足したい時に便利だよ。こういうごちゃごちゃした絵でも、一括で処理できて便利だね。影の方向を画面内の位置で変えたい時は、放射ぼかしを使います。この花びらのブラシを先ほどと同じようにコピーして、放射ぼかしで影をつけてみます。外側の線だけ太くなったね。場合によって、移動ぼかしと放射ぼかしを使い分けると良いです。次はブラシをぼかして下地を作って、点描にする方法を紹介します。ブラシでそのまま描いた絵は少し線が強くて、背景として馴染まないことがあります。対策として、このブラシを点描に変えてみましょう。まず、編集メニューから、輝度透明度に変換で、白を消して黒の線画だけの状態にします。次に、表現色を、モノクロからグレーにしてから、フィルターメニューの、ぼかし、ガウスぼかしで、ちょっとだけぼかします。表現色を、グレーからモノクロに戻して、アルファ域値をいい感じに調整して、プレビュー中の表現色を適用をします。線画が飛んでシルエットっぽい表現になったね。シルエットのサムネイルをコントロールクリックで全選択して、新しいレイヤーを作ってレイヤーマスクをかけます。ここに、エアブラシの、トーン削りみたいな点描系のブラシで描くとこうなります。淡い印象の草むらになったね。掛け網系のブラシを使うとこんな感じ。ブラシから作ったシルエットを下地にいろんな表現ができそうだね。次は人物の線画をぼかして集中線化してみましょう。まず放射線定規を設置しておいて、線画をフィルターの線幅修正で少し太くしてから、放射線定規を中心にぼかして、モノクロにして、マスクを作って、集中線ブラシで描くとこうなります。バトル漫画とかでよくある表現だね。元の線画も一緒に表示してもいい感じになりますよ。最後に今までの小技を応用して、こちらの爆発とひび割れた地面を描いてみましょう。いきなり本格的で難しそうだよ。大丈夫、一つ一つはさっきまでと同じだから。まず割れた地面のブラシを作ったのでこれを使います。いい感じにひび割れた地面が描けるブラシだ。このブラシは概要欄のリンクからダウンロードできます。影部分は、色域選択でグレーを選択すると、影部分だけ選択することができます。後から影にトーンを足したり、集中線などを書き足すときに活用してください。それじゃあこの地面をこうなるように加工していきます。まず影の部分を色域選択して、選択範囲をストックしておきます。後で各爆発の中心の予定地点に、放射線定規を設置しておきます。地面のレイヤーを複製して、
加工していきます。元のレイヤーはそのまま残しておきます。レイヤーの表現色をモノクロにして、編集メニューから輝度を透明度に変換で、白を消して黒の線画だけの状態にします。線画の表現色をグレーに戻して、フィルターの放射ぼかしをかけます。中心は先ほど設置した放射線定規です。表現色をグレーからモノクロに戻して、アルファ域値をいい感じに調整します。加工したレイヤーから新しいレイヤーにマスクを作って、フラッシュのツールで描くとこうなります。お手軽にかっこいい表現になった。思い通りにいかないときは、透明色のフラッシュで消したり、手で書き足したりして、いろいろ調整してみてください。次は影部分にもフラッシュを書き足してみます。まず先ほどストックしておいた選択範囲にゴミや隙間があるので、フィルターのゴミ取りと、線幅修正で埋めておきます。新しいレイヤーに綺麗にした選択範囲からマスクを作って、この影にフラッシュを描くとこうなります。勢いがありつつも立体的でかっこよくなったね。影の選択範囲を使ってトーンを貼るとこんな感じ。影がついてより立体的になったね。後から影を描くのは大変なので、ブラシを作る段階であらかじめ影をつけておくと良いです。最後に爆発を描いていきます。最初に残しておいた地面のレイヤーを表示して、空白の部分を選択して、以前配布した爆発の集中線ツールで爆発を描きます。一瞬で爆発がかけちゃった。加工したレイヤーを再表示して、爆発のレイヤーを複製、ラスタライズしてから、放射ぼかしでぼかします。最後の仕上げにホワイトで塵を散らして、これも複製してぼかして、完成です。以上、漫画の線画をフィルターを活用して加工する講座でした。フィルターは便利だけどカラーイラスト向きだと思ってたから、モノクロの線画でもいっぱい使い方があってびっくりだったよ。フィルターはカラーイラストだけでなく、漫画の作画やその補助としてもたくさんの使い道があります。今までの動画でも、今回にないフィルターのテクニックをたくさん紹介しているので、良ければ少しずつで良いのでご覧になってみてください。もし良ければ少しずつで良いのでご覧になってみてください。今回の動画はここまで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。